はい、藤江でございます。出ましてよ、ヤマハのねステージピアノ CP88。 私はこの88件の88を弾いておりますが、見てください。この見た目がね非常に良いですね。今までのこのヤマハのねステージピアノとはこうなんかこう雰囲気が違うんですけど、なんだってね、このね気になるのはこの黄色とか赤とか緑、この感じ、この往年のヤマハのねヴィンテージシンセを彷彿とさせるようなこの色使いがね、おっていうのと、まあつまみがいっぱいあるっていうのとね、でねよく見たらつまみがいっぱいあっておっと思ったんだけど、一つのつまみには一つの機能しかないんだよね。ボタンも。これはねある意味画期的というか、ものすごい分かりやすいというか、ちなみにここがピアノセクションでございますね。ここがエレピセクションでしょ。サブセクション、この3つのセクションがあるんだけども、これをこのスイッチでこの切り替えるわけよ。このスイッチがねこのレトロな感じというかね、いいんだわ。これ押すとこうねなるわけよ。こう入るわけですよ。よくできてますねこれ。じゃあまあピアノから見てみようか。ピアノセクション黄色でね、今こう液晶出てますけど CFX、 ここでねピアノセクションの今グランドピアノを選ばれてるんだけど、グランドピアノの中で選ぶとインペリアル、これベーゼンドルファーのねインペリアル、ベーゼンドルファー290インペリアルだね。もう深みのあるこの音。ちなみに CFX ベーゼン全然違うね。特にね中低域 CFX、 違いよく分かりますね、違いがね。 CFX はやっぱりねこのブライトで粒立ちのいい感じ、もうねオールマイティにクラシカルからポップスまでね何でも来いというもう極上ピアノですけど、ベーゼンはやっぱりこの中低域と柔らかなこう広域、どうしてもフレーズもね割と繊細なタッチに私なってしまうんですけど、これくらいねピアノのクオリティが良くなると、ピアノのなんて言うんだろう、 CFX で弾くフレージングとねとインペリアルグランドでこう不思議とねタッチ感とかダイナミクス感がね変わるのよ。これがね不思議だな。やっぱこのクオリティがすごいとこうなるんだよね。そしてもう一個 S700、 これもヤマハのね割とポピュラーな CFX よりもちょっと小型ですけど、もう非常に使いやすいだろうね、ポップスとかねその辺で。で4つ目にねデジピアノ、でもう一個ね C7、これも全部キャラクターが違うんで、もう全然やっぱりイマジネーションっていうか、もうやっぱり来るものが違うね。このグッとくる感じがね、どれもねとても良いです。でね次アップライトピアノいってみましょうか。アップライトピアノがあるっていうのは珍しいと思わないね。アップライト U1、 これヤマハのアップライトピアノ、
このねもう目の前にアップライトのこの壁がある感じがもう。この辺なんかこのちょっと壁があってくぐもった感じが。アップライトもう一つあります。SU7。これもいいね。SU7 っていうのはアップライトの中でも割とハイグレードなやつなんですけど。いい音してますね。そして CP。いいね。CP の2。見てわかる通りここのところにボリュームとトーンでオクターブの切り替えでダンパーレゾナンスあるかないか、そしてここでコンプレッサーとかディストーションとかドライブコーラス、こういうのをこうね瞬時にできるという、なかなかいいインターフェースですね。もう必要とされるものが最小限ちゃんと入ってるとバッチリです。そして LP ってみようか。 LP、E ピアノグループね。E ピアノグループはここからここまでちょっと広めになってますね。ここで音色選ぶんだけど RD というとローズですよ。一番最初のローズはものすごい音してますね。これ 78RD ね、ローズピアノ、私言ってしまいますが、78年のローズピアノ、私が持っていた時代のやつですね。私も所有してましたが、78年頃の、ローズブランドの、私はステージピアノの73件持ってましたけど、やっぱねこの辺の音が特徴なんでね、ちゃんとハンマーの当たる音とかね。もう最高ですね。いい音です。そして75年のローズのファンキー、こう。ちょっとイコライザーを効かしたね、パーカッシブなプレイにも頼る。3つ目が73年のローズ。73年というとね、ローズブランドになる前のフェンダーがついてるやつ。フェンダーのローズ。
のこのコロコロいう感じが。最高です。そしてね、ちょっと新しい今まで聞いたことないローズの音なんだけど、これ新しくないんでね、67年のローズ。67年っていうとトップがね黒じゃなくて銀色のものすごい古いローズですねこれ。これも全然上の方も違うね。というラインナップで、まあこの78年のローズ、私も思ってたこのローズ。まあ、特にこのローズはね、この CP8873 のこの今回の CP シリーズのために新しく、ね、録音したもう、ね、最高の状態のローズを新しくサンプリングした音だそうで、確かにいい。でこれでこのエフェクトを加えるわけですよ。やっぱローズといえばこのオートパン、これですよ。あの時代のローズの取り物のねかかり方と一緒ですね。もう素晴らしい。ここはねオートパンもあればオートでこうステレオのパンですね。トレモロ、これはボノラルのトレモロね。でリングモジュレーター。よくチック・コリアが使ってましたねローズでね。タッチバウ。でペダルを使った時のペダルバウね。あとコンプレッサー。よくできてますね。でしょ。でそして下はコーラス系のものがきますね。いいコーラスですこれ。でコーラスになるほど、こう層が違う感じ。もう全然違う種類ですねこれ。フランチャー。フェーズ1、フェーザー。フェーザーの2。フェーザーの3。できてますね。あとね、このドライブ、これポイントですね。ドライブ。ローズもそうですけど、下にスピーカーがあって、そのスピーカーをこうドライブする感じ。ウリッツァ。ウリッツァのウォーム、そしてブライト。3つ目がウリッツ
グルダイナミクスがついてるんです。いいね。トーンもついてますからね。トーンも効きますね。ハープシコード。で DX。DX のラインナップがいいですね。というエレピグループですね。そしてサブグループ。サブグループは割とシンセ系というかね。オルガングループ。そしてこちらに、ディレイ。これアナログディレイとデジタルディレイとありますね。でしょ。でリバーブ。そして最終段のイコライザーがこう。結構強力ですね。まあその場に応じてイコライザーでこうね、補正するということができるわけですね。よくできています。で何気にいっぱい音があるじゃないですか。ね、全部でね、67種類の音色軍団がありますけども、それをここのライブセットで管理ができるわけ。どういう組み合わせにして使うかとかね。例えば1番はピアノでしょ。2番インペリアルベーゼンドラバーね、S700 アップライトの UR。これ全部のセッティングを覚えますからね。リバーブの量からエフェクトまで全部ですね。もちろんスプリットできますね。気づいた人はね、気づいたと思いますけど、音切れしてない。素晴らしい。全く音切れしません。ここも大きな特徴だな。ちなみにこのライブセットは全部で160持てます。よくできてるね。でね、私 LP では結構エキサイトして、特に黒鍵なんか弾くときにね、こう結構ねこう触っちゃうんですよ。これなんかもうこの辺、間違ってついちゃったら大変なんだけども、ちゃんとパネルロックというねボタンがあるんですよ。パネルロックするとね、何やっても大丈夫です。
でね、なんたって一番私が強調したいのはね、これ鍵盤なのよ。特にこの CP88 の見てね、木製です。この木製鍵盤、NWGH 鍵盤木製なんですけど、もうアコピはもうこれはもう絶品。でね、よーく見るとこの黒鍵がねちょっとなんかざらついてるの分かりますかね。触ってもね結構ザラザラしてるんですよ。これよくグランドピアノに使われる黒炭の感じがものすごいよく出てて、ちょっと、ね、触り心地が最高にもう気持ちいい。グランドピアノ触った人だったらば、特にフルコーン触った人はもうこのカッツ触ったことある人はこの黒鍵のね触り心地にきっと感激するはずですね。で何気にこうなった時のこの横にあるこの木のこのざらついたこの感じ、これね大事なんですよ、ピアニストにとってみたら。ここで木を感じるか感じないかってね、とても大事ですね。この鍵盤は私はもう超惚れ込んでますけど、でね何気にね軽いんですよこれ。88件、この88件の状態で 18.6 キロですから。普通にこれ専用のソフトケースなんですけど、ソフトケースに入れて普通に持ち運べますね。こうガラガラもついてるんでね、キャスターもついてるんで CP88 最高。さてこれがね CP の73件モデルなんですけどね、やっぱ88と比べるとね圧倒的にコンパクトだよね。もちろん中に入ってるコンテンツ音色軍団は操作性も含めてピアノね全部全く一緒です。88と違うのはこの鍵盤なんだよね。これはね BHS 鍵盤。なかなかいいと思いますこれ。やっぱりねエレピに最適だと思うんだよ。なんたってこの73系、この下のミから上のミまでこれ全くローズピアノと一緒なんですよ。俺私の持ってたで78年のねローズと全く同じ、この時代のほんとローズを弾いてる感じ。ほんとねベストフィットでねウリッツァーにも合うんじゃないかな。最高に弾き心地いいです。当然73件になってめっちゃ軽いですこれ。とてもこのねピアノ鍵盤のものとは思えないような 13.1 キロ普通に抱えて運べますね。もう車にももうバッチリ入るねこれだとね。これも専用のソフトケースがあるんで、このコンパクトさいいんだよね。実はですね私もよくライブハウスでやるんですけど、昨今のライブハウスってね結構いいグランドピアノがあったりするのよ。調整がちゃんとしたって、チューニングもね、バッチリ、してあるものがあったりして、そういう時にはやっぱりグランドピアノがあるんで88件で、そこで、エレピとしてもこいつを専用で使うみたいなそういう時にはやっぱちょっとでもコンパクトにしたいんで88件ドンドンと置きたくないんでね、そういう時にはこの73件はもう絶対ありだな。運ぶのも楽だし。
チリです。とてもいいと思います。 CP73